スパ最強オフィスチェアエイリアンチェアプロをご存知でしょうか。3万円台で購入できる高機能チェアなんですが、こんなに安くて大丈夫なのと気になっている方が多いと思います。価格やデザイン、機能なんかはウェブや YouTube を見れば大体わかりますが、細かい質感や座り心地、保証については実物を使ってみないとわかりにくいですよね。なので本動画ではウェブや他の YouTube レビューではわからない質感、座り心地、保証が実際どうなのかの3点に重点を置いてお伝えします。そして今までオフィスチェアを3台ほど使ってきた私がエイリアンチェアプロをしばらく使ってみて感じた率直な感想と、他のチェアと比較して良かったポイント、そしてちょっとここ惜しいなと感じたポイントについても解説していきます。エイリアンチェアプロが気になっている方はぜひ参考にしてみてもらえると嬉しいです。まず各モデルの違いについて解説します。エイリアンチェアには3つの種類があります。1つ目が通常モデル、2つ目が座面前傾モデル、3つ目がプロモデルです。カラーはそれぞれブラックとグレーの2色から選べますが、今回レビューするのはプロモデルのグレーです。最初にこれらの違いについて軽くご紹介します。まずプロと通常モデルの違いですが、5つの違いがあります。1つ目がアームレストがリクライニング追従型か否か。2つ目がリクライニング角度の違い。3つ目が背面の高さ調整とランバーサポート調整の違い。4つ目が最低座面高の違い。5つ目が価格の違いです。プロだとリクライニング時にアームレストも一緒に倒れるので、腕もしっかり休めたい方に向いています。リクライニングさせることが多い方はプロモデルを選ぶと良いです。通常モデルと前傾モデルの場合は座面側にアームレストが固定されているため、背もたれを倒してもアームレストは倒れません。リクライニング角度はプロが最大137度まで倒れるのに対し、通常モデルは130度、前傾モデルは128度となっています。最大まで倒す機会がどれくらいあるかで選択すれば良いです。続いて背面の高さ調整についてですが、プロモデルはヘッドレストやランバーサポートを含む背面全体の高さ調整が可能です。一方、無印モデルと前傾モデルはランバーサポート部分のみが高さ調整可能となっています。大柄の方はプロモデル一択ですが、平均から小柄な方は腰の高さ調整が必要かどうかで選ぶと良いでしょう。座面高に関しては調節幅はいずれも7センチ程度ですが、最低座面高が最も低いのが通常モデルで 43.5 センチ、その次に前傾モデルで 44.5 センチ、プロは45センチとなっています。小柄な方は足つきの良い通常モデルの方がおすすめです。前傾モデルは通常モデルをベースに座面の前傾機能とリクライニングの硬さ調整機能がついています。デスクで書き物をしたり前傾姿勢での作業が多い方はこちらの前傾モデルがおすすめです。価格に関しては通常モデルが約3万円、前傾モデルが約3万4千円、プロモデルが約3万5千円となっています。価格差も最大5千円で、どれもコスパが高すぎなので、あとは自分の用途に合わせて選べば良いと思います。どのモデルも低価格なのに座面の高さ、前後調整、リクライニングはもちろん、一般的にはオプションになりやすいヘッドレストやフットレスト、ハンガーも標準装備です。この低価格でここまで装備しつつ、しかも使い方に応じて3つのバリエーションが用意されているのがすごいですよね。続いて組み立てについてです。はい、完成しました。めちゃめちゃゆっくり撮影しながらやって、だいたい50分ぐらいで組み立てられました。はい、完成しました。座面と背面を接続するときやアームレストを接続する際にデスクの上や配送用の段ボール等を利用してその上に置いて作業する必要があるので注意が必要ですが、それ以外は特に難しい作業はありませんでした。工具は付属の六角レンチ1本のみで OK です。ちなみに親切に軍手まで入っています。それでは製品の質感をご覧ください。フレームやメッシュ部分を拡大していますので参考にしてみてください。フレームは樹脂製です。表面は細かいエンボス加工がされていて、手触りはサラサラした感じです。
樹脂部分の質感は他のオフィスチェアとあまり違いは感じられませんでした。フレームの後ろ側のカバー部分はツヤがある仕上げです。座面や背面はメッシュ素材が使われていて通気性に優れています。3万円台でこの質感すごいです。続いて座り心地です。これは座ったらわかるのですが、完全に高性能オフィスチェアの座り心地です。細かく比較するとメッシュの柔らかさがどちらが柔らかいかとか細かい違いはもちろんありますが、組み立てて座った瞬間におーこれいいわとなります。ちゃんとオフィスチェアの座り心地で、安いからといって座り心地が変とかはありませんのでご安心ください。続いて保証やサポート体制についてです。まず保証についてですが、標準だと1年保証となります。ですがプラス1000円でもう2年保証期間が延長されますので、これは延長保証をつけることをお勧めします。そうすればトータルで3年保証になりますので、長期間安心して使えます。1000円で2年の保証延長はお得感がありますよね。またサポート体制についてですが、これは公式サイトにも記載されていますが、日本企業ということもあり、対応スタッフの方も日本人の方が丁寧に対応してくれますので安心です。ちなみに正しい使用法で使っているにもかかわらず、保証期間中に故障してしまった場合のサポートについて独自にメーカーのイーストフォースさんに確認してみました。例えばシリンダーが故障してしまった場合の対応がどのようになるかというと、新しいシリンダーとともに交換用の工具まで一緒に貸し出していただけるそうです。公式 YouTube サイトにはシリンダーの交換方法を具体的に解説した動画もあるので助かりますよね。ここまでの保証コストを含んでもこの低価格を実現しているのはかなりの企業努力があったのではないかと推測します。ちなみにこのチャンネルではガジェットを中心にデスク周りのアイテムや椅子なんかもレビューしていますので、デスク周りを充実させたい方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。続いて他社製のオフィスチェアと比較して良かったなと感じたポイントをご紹介します。それではですね、他の椅子と比較して特にねエイリアンチェアプロがね良かったなと思ったポイントについて一つずつねちょっと解説をしていきたいと思います。まず一つ目、軽く動かせるっていうところです。そもそも椅子の重量が21キロと、他のね椅子だいたい約27キロとか8キロとか、20キロ台後半のものが多いですけれども、このエイリアンチェアプロは椅子の重量がね21キロと比較的軽めです。キャスターの効果もあると思うんですけれども、比較的ね軽い力でスイスイと動かせます。これね結構いいポイントだなと思いました。座る時とか椅子から立ち上がる時って結構ね椅子を頻繁に動かすんですけれども、取り回す時の力がね少ない力でできるっていうのは非常にねいいポイントだなというふうに思いました。続いて2つ目です。アームレストが柔らかくて心地よいというところですね。結構ねアームレスト硬い椅子が多いんですけれども、このエイリアンチェアプロはねかなり柔らかい質感になっています。そのため肘をねこう体重をかけた時とかにも力がね一点に集中せず分散されるので、全然ね痛くないです。とても心地よくて使いやすいなというふうに思いました。これはね良かったポイントの一つですね。続いて3つ目です。アームレストの回転角度が広くて自由度が高いということですね。このアームレスト 4D になってまして、要は4軸のね動き方をするということです。で、特徴的なのがですね、この回転角度がめちゃくちゃ広いということなんですけども、内側だとねこのぐらいまでだいたいね45度ぐらいまでいきます。で、外側がすごいんですけれども220度まで回転するということになっています。はい、こんな感じでね後ろ向きにすることができます。はい、でこれね何がいいかっていうと、椅子に座ってる時にですね、例えばこんな感じで足をねちょっと姿勢を変えたりする時ってあると思うんですけども、その時に肘掛けが引っかかりにくいんですよね。これねめちゃくちゃいいなと思いました。やっぱりずっと座ってるとね足をちょっと姿勢を変えたりしたくなる時ってあると思うんですけども、そんな時にね肘掛けが邪魔になったりしないっていうのはかなりねこれ自由度が高くていいなというふうに思いました。ここまで回転する椅子は僕は初めて見ましたけど、結構いいなという感じです。結構ね簡単に動きますし、これはねかなりいいポイントだなというふうに思いました。はい、で続いてこれですね。
ランバーサポートが稼働するということです。このランバーサポートが直付けでたわむ力を利用して腰を支える構造になっている椅子っていうのが結構多いんですけれども、このエイリアンチェアプロはですね、ちゃんとねここに軸があってですね、こんな感じでね稼働するようになってるんですよね。なのでここはねかなりねいいなと思いました。これによってスムーズにね動きますので、しっかりね腰をサポートしてくれるというような構造になっています。コスパの高い、安い椅子ではあるんですけれども、この辺のね構造がちゃんとこだわって作ってあるなというのはすごくねいいポイントだなというふうに感じました。はい、ヘッドレストの可動域かなり広いです。例えばこのヘッドレスト自体の上下の調節幅、これがね一番高い状態ですね。はい、下まで下げるとここまでいきます。だいたいね見た目で言うと大体10センチぐらいの可動域があるので、自分の体格に合わせて細かく調節ができます。あとですね、この角度もですね変えることができます。こことあとここですね、軸が2個あります。でまずここですね、ここでもこういう感じで角度を変えることができますし、あとここでも変えることができます。ちょっとですね頭の重さで簡単にね位置が変わらないようにちょっとね硬めになってるんですけれども、こんな感じで力を入れてあげると角度を変えることができます。3段階で変えることができます。かなりね自由度が高いですよね。僕の場合はねこのぐらいの角度がちょうどいいかなと思うんですけれども、もうちょっとね前に出したい場合はヘッドレスト自体を前に持ってくることもできますし、下げることもできます。可動範囲が広いので自分好みの頭の位置に調節することができます。これもねかなりいいポイントですよね。続いて質感についてなんですけれども、これねとても3万円台っていうのが信じられないぐらいちゃんとしてます。はい、でちゃんとしてるっていうのはどういうことかっていうと、基本的には全部樹脂でできているんですけれども、質感もですね価格を言われないととてもね3万円台で買える椅子だって思えないぐらい質感もねいいです。でフレームの部分、この辺のねフレームの部分は細かいねエンボス加工がされた、手触りとしてはサラサラとした感じの樹脂製になってるんですけれども、安っぽさっていうのはねあんまり感じられないですね。でここの部分だけちょっとシルバーのね艶のある質感になっているんですけれども、それ以外は基本的にはね同じような感じの質感になってます。ここら辺の足とかもこのフレームもそうですね。であとねここのアームレストの部分はとてもね柔らかい、質感としてはサラサラした感じの質感になっています。であとねここのメッシュの部分ですね、ここもですね座面ランバーサポートの部分、そして背面ヘッドレスト、全部ね同じ生地が使われています。7万円8万円クラスのね椅子とは見比べても遜色ない素材感ですね。座り心地がね少しちょっと硬めかなっていうのがあるんですけれども、3万円台でこの質感座り心地はね本当にすごいなという感じですね。椅子もねかなりね価格競争がすごいなという感じではあるんですけど、これはですね安かろう悪かろうじゃなくて安かろう良かろうと言ってもいいかもしれません。はい、もうこれでいいんじゃないかっていう感じですよね。本当に一回ねこういうオフィスチェア座ったことない方はですね、是非この座り心地体験してみてほしいです。続いてですね、ギシギシ音がしないということですね。でどういうことかっていうと、高級オフィスチェアとかってフレームにですね金属が使われているものも結構あるんですよね。金属フレームのある椅子って座面部分とね背面部分をこう金属で結合しているんですけれども、その結合部から結構ですね時間が経つとギシギシ音がする時があるんですよね。なんですけれども、このエイリアンチェアプロはそもそもね樹脂でできているので、そういったねギシギシ音が今のところ全く発生しません。ちょっとねこれはまだ使い始めて 2,3 週間ぐらいしか経ってないっていうのもあるかもしれないんですけれども、基本的にですねこう立ったり座ったりする時に何の異音もないんですよね今のところ。とても静かです。ギシギシしない。これもねかなりいいかなと思いました。これはねオフィスチェアを使ったことがある方じゃないとちょっとわからないかなと思うんですけれども、このね全くギシギシしない感じもかなりねいいなというふうに思いました。あとですねちょっと思ったのが、フレームがですね若干こうたわむんですよね。こういう例えばこの肘掛け部分ちょっとね押さえるとこうたわむと思うんですけど、最初ねこれちょっとデメリットかなと思ったんですけどですね、使っているうちに結構ねこの
立ったり座ったりする時にこう衝撃を吸収してくれるんですよね。このたわみがちょうどいい感じに、個人的には気に入ってます。このたわみいい感じにショックを吸収してくれるっていうのはね、かなりいいなという感じです。使い心地かなりいいです。はい、続いてね、サポートがしっかりしているというところですね。エイリアンチェアプロのね、公式ホームページにも記載されているんですけれども、サポートはですね、メールおよび電話で日本人スタッフの方が対応してくださいますと。はい、これね、イーストフォースさんっていう埼玉にある会社さんが作られている椅子なんですけれども、サポートもね、すごくしっかりしていますので、これもね、安心していただければなというふうに思います。使っていてここ惜しいなと思ったポイントもお伝えしておきます。安いからにはですね、理由があります。まず製造原価ですね。でそれから流通コスト、そして広告宣伝費という感じで、販売するためのねコストっていうのがあるんですけれども、いわゆるこのコストがどこかが安いわけですよね。で公式ホームページ上には流通コストをね下げて価格を下げているというところもあったと思うんですけれども、おそらく原価もね相当頑張って作っているんじゃないかなというふうに思います。でちょっとだけ気になったところがですね、ここですね。ここのね造形が若干ちょっと気になるかなっていうところだったんですけれども、そんなにね気にしない方はもしかしたら気にしないかとは思うんですけども、僕は気になったのでお伝えしておきます。でここですね、このフレームの結合部分、これ最初からこういうふうに組み上がった状態でくるんですけれども、このね内側にあるパーツとこの外側のパーツのね接合部分に若干段差があります。もう見たらわかるんですけども、この辺もね若干浮いてますし、ここはね逆に内側のパーツがねちょっと下がっている、この段差ができているんですよね。造形する時にこの段差がねもうちょっと少なくなるように、頑張ってくれるともっとここら辺がね美しく仕上がったかなという感じなので、ここが若干気になる程度です。品質に関しては。はい、製造原価もねかなり頑張って削っているから、仕方がない部分かもしれないんですけれども、ここら辺がもうちょっと綺麗に仕上がっていると満足度がねもっと高い商品になってたんじゃないかなというふうに思います。この辺はね座り心地にはあんまり関係ない部分かつ、普段あまり見えない部分なので、気にしなければ全く気にならないと思うんですけれども、こういうところねもしかしたら気にする人がいるかもしれないので一応お伝えしておきます。ただしねこの3万円台っていう価格でここまでのね品質を保っているというのはかなりねすごいんじゃないかなというふうに思います。もともとの製造原価も抑えないとこの価格は実現できないと思いますので、それによる品質がどうかというのが消費者が最も気になる点だと思います。そのため今回はそこを重点的にお届けしました。しばらく使ってみた感想としては、これはコスパ重視かつフル機能の椅子を選びたい方は現時点ではこれがベストなんじゃないかってことです。座り心地は7、8万クラスの椅子と全く変わりませんし、使い心地もそれを上回る部分もあります。質感ももちろん高級チェアと比較すると素材自体が金属ではなく樹脂がメインということもあり、高級感という側面では劣っている部分が全くないというと嘘になりますが、3万円台という価格を考えると相当頑張っている質感ですね。現時点で間違いなくコスパ最強と言ってよいオフィスチェアエイリアンチェアプロをご紹介しました。気になっている方の参考になれば幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。